皆さんこんにちは。ガジェットジェットのゆっけいです。今回はですね、なんとこちらソニーのハイエンドスマートフォン Xperia 1 Mark V を先行レビューしていこうと思います。というのもですね、先日ソニー大崎で行われた Xperia 1 Mark V の特別体験会にご招待いただいて、その日のうちにソニーマーケティングさんの方から特別にお借りしたんですよね。特別体験会ではその名の通り Xperia 1 Mark V のカメラ性能だったりスピーカー性能、ゲーミング性能なんかを各ブースに分かれて体験することができ、すごい充実した一日でした。今回はそういった体験会の内容も含めて Xperia 1 Mark V が従来モデル Xperia 1 Mark IV からどう変わったのか、カメラやゲーム性能はどの程度なのか、従来モデルでも問題視されていた発熱に関しては解消されたのか、幅広い視点でレビューさせていただければと考えています。はい、ということですね、早速レビューさせていただきたいと思うんですけど、今回お借りしたこちらはですね、おそらくですけど au のキャリア版になると思います。こちらのキャリア版については6月中旬以降の発売を予定していて、ソニーストアから発売される SIM フリー版についてはそこから約1ヶ月遅い7月中旬以降の発売となるようです。それではまずデザインだったり基礎スペックの方について触れていこうと思います。どうですか、このデザインめちゃくちゃ上質感ありますよね。今回お借りしているのはこちら、プラチナシルバーというカラーになっていて、キャリア版だとこちらの他にブラックも用意されています。また SIM フリー版ではこちらの2色とは別にカーキグリーンというプレミアムカラーも用意されていて、どの色もめちゃくちゃかっこいいですよね。そして背面はですね、このようにザラザラしているような感じがして、非常に触り心地いいんですよね。グリップも増すような感じでめちゃくちゃ持ちやすいんですけど、実はこちらソニー独自のテクスチャーを施した高耐久な機能性ガラスなんですよね。擦るとですね、こんな感じの音が出るんで、ちょっと悪く言うとですね、プラスチックっぽい感じもするんですけど、実は傷がつきにくい機能性ガラスなんですね。これならケースがない状態でも非常に持ちやすくて、ケースなしでも使いたくなる、そんなデザインになっています。そしてカメラ部分もですね、結構こだわっていそうで、このレンズ部分の島自体はメタルフレームで覆われているんですけど、レンズ一つ一つがちゃんとガラスで覆われているんですよね。従来機の Xperia 1 Mark IV ではレンズ部分の島全体が一つのガラスで覆われていたようなんですけど、そういった部分でも高級感増したんじゃないでしょうか。そして側面に関してはですね、このように見えますかね、横方向のスリットが入っていて、こうやってですね、カメラ構えた時のねじれ方向の滑りを抑制してくれるみたいなんです。また側面の右側にはですね、こちら電源ボタンと音量ボタンの他にもシャッターボタンも搭載しているんですよね。こうやって横方向に持つとカメラと同じ位置にシャッターボタンが来るようになってるんです。半押しでオートフォーカス、押し込むとシャッターを切るようになっていて、本当のカメラみたいな作りになってるんですよね。そして上部には 3.5mm のイヤホンジャックもしっかりと搭載されており、下部にはですね、こちら USB Type-C と、これが SIM トレイとマイクロ SD のトレイになりますね。こういったイヤホンジャックって、だんだんとなくなってきているんですけど、Xperia ではちゃんと搭載されていて、こういったところも嬉しいですよね。それでは基本的なスペックのご紹介なんですけど、本体サイズは縦 165mm、横 71mm、厚さが 8.3mm、ディスプレイサイズは 6.5 インチ、解像度は 4K で HDR10 と HLG に対応しているみたいです。リフレッシュレートは 120Hz で、チップに関してはハイエンドチップのスナップドラゴン8 Gen 2を搭載していて、 CPU の電力効率は従来比の約 40% も向上しているみたいです。またキャリア版のメモリーは 12GB、 ストレージは 256GB、 SIM フリー版のメモリーは 16GB、 ストレージは 512GB とラムロムメモリーに多少の違いがあるそうですね。それでは続いて Xperia 1 Mark V の特徴機能の一つでもあるカメラ機能を見ていきましょう。カメラについては全部で3つのレンズが搭載されていまして、上からですね 16mm の超広角レンズ、真ん中が今回特に進化している 24mm の広角レンズが搭載されていて、一番下には 85mm から 125mm の超望遠広角ズームレンズが搭載されています。やっぱり今回の Xperia 1 Mark V の一番の進化はカメラの特にイメージセンサーのところなんじゃないかなっていうふうに思います。こちらの Xperia 1 Mark V では
新開発の2層トランジスタ画素蓄層型の CMOS イメージセンサーが搭載されていて、その大きさがなんと従来比の約 1.7 倍も拡大しているみたいなんですよね。今までフォトダイオードとトランジスタが同じ層にあったんですけど、これを2つに分離させることでフォトダイオードとトランジスタの領域がそれぞれ拡大しているみたいです。それによって低照度性能が従来比で2倍向上しているということで、これまでエクスペリアが若干苦手としていた暗所での撮影でも高感度で低ノイズを実現できて、かなり綺麗に写真や動画が撮れるようになったっぽいんですよね。で、実際にですね、そのカメラ性能どんなものか試してみたくなってですね、体験会が終わったその足で夜の東京駅に出向きまして、何枚か撮影をしてきました。その中の1枚がこちらなんですけど、どうですかねこれ。ほんとめちゃくちゃ綺麗なんですよね。ちょうど体験会のあった日に、昼間から夕方にかけて雨が降っていて、東京駅に着いた頃には止んでいたので、こういった幻想的な写真が撮影できました。これ通常のオートモードで撮影して何にも編集を加えていない取って出しの状態なんですけど、ほんと拡大してもめちゃくちゃ繊細なんですよね。ここだけあえてモザイクかけてるんですけど、この写真に写った一般の方の表情まで分かってしまうくらい繊細だったので、肖像権に配慮してモザイクをかけさせてもらいました。これおそらくなんですけど、エクスペリア1 M5 が持つ10枚以上の画像を重ね合わせ画像処理技術によってダイナミックレンジの拡大とですね、ノイズ低減にブーストかけてるんじゃないかなって思うんですよね。だからこそこういった夜景の暗いシーンでも細部まで繊細に表現してくれるんだと思います。また今回新たに搭載されたのが S シネトーン4モバイルとクリエイティブルックといったカメラ機能なんですけど、S シネトーンについては FX9 などのシネマカメラに搭載されていた機能になりまして、この S シネトーン4モバイルをオンにするだけで映画のような撮影が可能になります。ざっくり言うと、肌の色の再現性を向上させることで映画のような色味を簡単に再現してくれる機能といえばいいと思います。こちら実際の使用方法についてはですね、こちらのビデオプロというアプリを開いてもらって、こちらのメニューから SDR の S シネトーン4モバイルにセットするだけっていう形になりますね。こちらのビデオプロは比較的カメラ上級者向けの仕様となっていて、慣れない方にはちょっと難しいんですけど、こちらの通常のカメラアプリフォトグラフィープロの方でもですね、動画に設定しておけば、こちらに S シネトーン4モバイルのオンオフが出てきて、こうやって簡単に S シネトーンの切り替えをすることができるので、カメラ初心者の方はこちらのフォトグラフィープロから撮影する方がいいかもしれないですね。では実際に S シネトーン4モバイルのありなしで映像の差を見てみましょう。まずこちら S シネトーンオフで撮影しています。オフでもしっかりと人肌忠実に再現してくれているように見えるんですけど、いかがでしょうか。それでは続いてこちらが S シネトーンをオンにした状態です。確かに肌の質感自然な感じになりましたね。わかりますかねこれ。オフの状態では肌色が、若干青みがかってた感じも見えたんですけど、オンにすることで、本当人の肌に温かみが入って見えるんですよね。ただ若干ですね、人肌を際立たせるような明るめなエフェクトが周りの色味にも影響しているような感じがして、こういったタイルの質感とかはちょっと損なわれている感じがするんですよね。それがエモいシネマっぽいと感じる方もいると思うので、これは完全に人の好みになりそうですね。そして同じく今回新たに搭載されたクリエイティブルックっていうのが面白くてですね、自分の好きなカラーフィルター合計6フィルターあるんですけど、そこから選んでですね、静止画でも動画でも使うことができるんですよね。例えばこういった写真があるんですけど、これをそれぞれのフィルターで撮影するとこんなにも表情が変わるんですよね。今回は緑がメインになるのでビビットが個人的には好きなんですけど、こうやってね、撮影しているタイミングでどのフィルターが一番綺麗に映るかって考えながら撮影するのも楽しそうですよね。そしてこちら 4K120fps の動画撮影ができるのはもちろんなんですけど、ビデオプロからメニューを押してですね、こちらの FPS をいじることで直接スローモーションの動画も撮影できるようになるんですよね。こういった形で2分の1、4分の1といったようにスローモーションの具合も設定できます。この状態でもですね、先ほど説明した S シネトーン4モバイルとクリエイティブルックどちらも使用できるので、本当撮影の幅が広がりますよね。そして個人的に一番すごいなって思ったのが手ブレ補正なんですよね。こちら公園を散歩している時に何気なく撮影した動画になるんですけど、手ブレがかなり軽減されてるんですよね。
これジンバルとかで撮影したわけでも何でもなければ、手ぶれを気にして撮影したわけでもないんですよ。それなのにもかかわらず、このクオリティには正直度肝を抜かれちゃいました。それでは続いてゲーム機能の方を見ていきましょう。今回は比較的重いゲームとしても知られている原神をやってみましょう。はい、こちらの Xperia 1 Mark V ではこちらを押すことでゲームモードが開くんですよね。こちらから現状の FPS や消費電力などのゲーム中のパフォーマンスが見れるようになっているので、これ結構使いやすいですね。今実際にプレイしているんですけど、ほんとね、めちゃくちゃヌルヌルですよこれ。結構長時間やっていて、本体も多少熱を持っている感じはするんですが、そこまで持てないって感じではないですね。またですね、ゲーム中でもですね、こちらのシャッターボタンを押すことでスムーズにスクリーンショットを撮影することができるんですよね。こういった感じで連続して押すことで連写もできますし、ゲームをプレイしている時のポジションでスクリーンショットを撮りやすいのは結構便利ですよね。続いてはスピーカー性能の方を見ていきましょう。スピーカー自体もですね、Xperia 1 Mark V、かなり力を入れてるみたいで、フルステージステレオスピーカーというスピーカーシステムを搭載しているようなんですよね。特に他社モデルのスマホと違うのがスピーカーの位置になるんですよね。通常こういった iPhone 13 Pro とかだとステレオスピーカーには対応しているんですけど、スピーカーの位置がこちらとこちらになるんですよね。スマホで動画を視聴するときって当然画面に対して真正面に見ると思うんですけど、 iPhone 13 Pro だと音の向きがこっち向きとこっち向きになっちゃうんですよね。対して Xperia 1 Mark V に搭載されているフルステージステレオスピーカーでは、見えますかね、画面上部と画面下部のこの位置にスピーカーが搭載されているんです。そのため両スピーカーどちらも前方向に音を放出してくれるので、両サイドから音に包み込まれるような立体音響を堪能できるってわけなんですよね。そういったスピーカー配置を武器として Xperia 1 Mark V ではハイレゾオーディオに対応しているのはもちろん、立体音響規格の360リアリティオーディオにもしっかりと対応しているんですよね。実際にですね、体験会場では従来機 Xperia 1 Mark IV との音質比較ができるブースもあって、そこで実際に360リアリティオーディオを聞いてみたんですけど、これね、想像を超えるクオリティでしたよ。スマホ単体でここまで繊細な立体音響を聞ける日が来るとは思いませんでした。従来機の Xperia 1 Mark IV もですね、音質素晴らしかったんですけど、Xperia 1 Mark V の方がやっぱり立体音響のクオリティ上がっていて、アーティストの声の余韻だったり息遣いだったりを精細に再現してくれていた感じがしました。それではカメラ越しにはなっちゃうんですけど、参考程度に音楽流していきましょう。Don't make it in the groove. Come on! There's a crocodile in the house! Oh, hello. You must be the new tenants. I'm Topi Valentine at your service. I see you've met my crocodile. He's an extraordinary talent. His name is Lion. Mom, I swear to you, he's not dangerous. He's a crocodile! Okay, yes, crocodiles can bite through bone, and yes, they have a taste for human flesh, but he's not like that. He wears a scarf. And he can sing. Are you sure this is safe? Who wants to be safe? We're here to live, and living is a dangerous business. That was awesome! There is treasure you can find, and something somewhere left behind. It can stay this way, at least until the morning light. This is his first time in a taxi. 続いては熱問題やバッテリー持ちについて話していこうと思います。システムオンチップに関してはスナップドラゴン8 Gen 2を搭載していて、先ほども説明した通り CPU の電力効率が 40% も改善しているみたいなんですよね。またこれとは別に Xperia 1 Mark IV では問題視されていた熱問題についても
本体の熱拡散シートを約 60% 拡大するといった新たなヒートマネジメントを採用することで、特にカメラ動作時ですね、こちらの消費電力も約 20% 改善されたみたいです。実際にですね、耐久テストとしてフル HD の 30fps でずっと動画回してたんですけど、全然熱警告アラームとか出なかったんですよね。結局1時間半撮り続けたんですけど、熱で止まることはありませんでした。しかもですね、1時間半ずっと撮影しっぱなしだったのにもかかわらず、充電が 25% しか減っていなかったんですよね。これは確かに従来機よりも格段に進化していそうです。また今回お借りしていて、ほぼ毎日こちら触っているんですけど、その中の1日の僕の行動をピックアップして充電の減りを記録していきましたので、そちらをご紹介していきたいと思います。まず僕が活動を始めた朝8時40分の時点で充電はマックスの 100% だったんですけど、そこからですね10時10分までベッドで YouTube を1時間半ぶっ通して見ていたわけなんですけど、充電は 14% 減の 86% でした。その後午前中いっぱいはスマホを触っていなかったんですけど、午後12時半から15時までの間、約2時間半ですね、Xperia One Mark V の機能性の確認を兼ねてブラウジングやカメラをいじったりと比較的ライトな使い方をしてみました。そこではなんと、7% 減の 79% だったんですよね。ほとんどブラウジングだったり設定の確認だったりライトなものばっかりだったんですけど、全然充電減ってないことに結構驚きました。で、その後はまた16時20分までスマホを触らず、16時20分から17時10分までスマホゲームの原神を約50分間やってみたんですけど、11% 減の 68% でした。こちらは 30fps でプレイしていたんですけど、意外と充電減らなかったなっていう印象でしたかね。そして22時半まで使ったり使わなかったりと、使っている時は YouTube を見たりブラウジングをしたりとライトな使い方をしていたんですけど、最終的な充電残量は 55% でした。僕としては比較的使ったなと感じるくらいの1日だったんですけど、最終的には 55% と半分以上バッテリーが残っていたことに驚きましたね。僕が今使っている iPhone 13 Pro だと1日の終わりには 20% 切っていることもザラにあるんで、いや、スナップドラゴン8 Gen 2の電力効率恐るべしです。さて今回は6月中旬発売予定の Xperia One Mark V を一足先にレビューする機会をいただいて、従来モデル Xperia One Mark IV からどう変わったのか、カメラやゲーム性能はどの程度なのか、従来モデルでも問題されていた発熱に関しては解消されたのか、幅広い視点でレビューさせていただきました。いや本当にですね、従来機と比較してカメラ性能が格段にアップしていて、公園とか街中とかでもアルファシリーズのカメラで撮影しているかのような楽しさがありましたね。またそういったソニーが力を注いでいるカメラの性能だけじゃなくて、スマホとしての基本性能、具体的には充電の持ちだったり熱の関係だったりとか、こちらを従来機から大きく改善してくれていたのも非常に好感が持てました。そして気になるお値段はこちらです。キャリア版としては au のみ発表していて、まさかの21万円オーバーという価格だったんですが、ソニー公式で発売の SIM フリー版については19万4700円とギリギリ20万円を切っていて、ラムロムも増大する分キャリア版を買うよりはお買い求めやすいのかなと思いました。今後もこういったスマホや家電、ガジェットの最新情報やレビュー動画なんかをじゃんじゃん上げていこうと考えていますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録の方よろしくお願いします。また今回の動画が分かりやすかった、ためになったと思っていただけたのであれば、ぜひ高評価ボタンも押していただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけいでした。